お客様のプラレールを修理しました。その11、デラックス踏切ステーション。光るし動きますが、なりません。これはもうスピーカーで間違いありませんね。テスタを抵抗レンジにして、触れません。近くの部品を外して、スピーカーの線を外します。スピーカーを交換。いつも通り値違いです。線をつけて。組み立てます。まもなく1番線に列車が参ります。次の停車駅はニュータウン駅です。まもなく2番線に列車が参ります。次の停車駅は田舎の駅です。1番線の列車が発車します。駆け込み乗車はおやめください。ドア閉まります。ご注意ください。元気になりました。プラキッズサウンド踏切。頑張った跡があります。分解すると、何やら分厚いテープ。とりあえず外して。そういえば遮断管、片方がきちんと上がりません。こちらを開けると、はまっていませんでした。ここはこれでよし。ではアルミアングルの端子を外して、クリップの残りを曲げて、ボンドをつけて、電線のハンダ付け。このナットには元の場所に戻ってもらいます。分厚いテープがちょうど良いので貼っておきます。ところでこの部品、プラキッズの向きを安定させるものでした。元気になりました。横須賀線、2スピード。分解します。
よくあるモーターピニオンと長い歯車です。他は大丈夫ですね。では新しい歯車を用意して、モーターピニオンは穴を広げます。いつもの代用。グリスを刺して、D51 の200。ライトが光りません。前の部分を分解していきます。電球を外して、新しいものを用意。線を切って、起伏を抜いて、ハンダをつけて、つけます。組み立てて、古い D51。元気ですが車軸がダメそうですね。車軸の歯車を交換。削って大きさを合わせます。すり減った軸受けにボンドをつけて、アルミテープをかぶせます。手転がしに引っかかりがあったので、
複合歯車の位置を調整。モータートミカ、スカイライン GTR。動きません。動きました。接触不良が起きやすいです。端子を磨きました。A06 バス。こちらは高電圧でも動きませんね。液漏れ跡があります。回してあげると動きました。その後は良さそう。今回交換した部品たち、修理代は600円でした。次回も依頼修理です。ご視聴ありがとうございました。